今月4日に日本を直撃した台風21号。倉庫が危ない車にあらゆるものを飛ばしました。そして住宅の屋根までも。対策はあるのでしょうか。マジや。いや、怖いですね。皆さんこんにちは。本格的な台風シーズンを迎えてますけども、先日の台風21号では猛烈な風が吹いて住宅の屋根が飛ばされる被害が相次ぎました。皆さんのお宅は大丈夫だったでしょうか。そして大丈夫でしょうか。今修理依頼が殺到しているそうなんですけども、果たして対策はあるんでしょうか。住宅街を飛ぶドローン。操縦しているのはヘルメットをかぶった作業着姿の男性です。台風で飛ばされたということで、依頼がありまして、それでドローンで使って上空から写真を撮って撮影しています。台風で屋根の一部が飛ばされた家を修理するため、リフォーム業者の見積もり調査です。ここが腐食して、釘がもう抜けて、で、風で飛ばされる、こんな感じですね。今月4日に日本を直撃した台風21号。三重県熊野市です。こちらトタン屋根ですね。めくれ上がって今にも道路に落ちそうです。この地方でも至る所で強風が吹き、愛知県愛西市では飛んできた屋根に当たり男性が死亡しました。さらに飛んだ屋根などで電線が切断され、大規模な停電も。台風の去った今、三重県津市のリフォーム業者には屋根の修理依頼が殺到しています。その数、今月だけで100件を超えています。例年の5倍の数です。業者は台風で飛ばされた屋根にはある共通点があるといいます。ほとんどカラーベストっていう屋根がありまして、その中に胸板金っていうそういう金属が使用されるものがあるんですけど、これが胸板金って呼ばれるもので、それが台風の強風によって吹き飛ばされるっていう方がもうほとんどです。屋根のつなぎ目部分の板が飛ばされるのです。実際に被害に遭った家に行くと、それもです。これもです。これが飛ばされたんですか。これとね、あと2つ。やはり飛ばされたのはそのつなぎ目の板でした。胸板金と呼ばれ、この家では 1.8 メートルのものが飛ばされました。この胸板金が飛ばされる被害が相次いでいます。長年水がずっと吹き込んで当たりっぱなしになると、ああいうように木が腐食しまいまして、止めつけている釘も錆びて、それで強風が来ると飛ばされてしまう。津市内にある別の住宅でも屋根の木材が腐り、胸板金が飛ばされる被害が。もともとはもうここにですね、胸板金と言いまして、板金がかぶってるんですよ。カバーがかぶってる。でそのカバーが台風20号と21号ですねによって飛ばされたっていう感じですね。もともとこういう板金のカバーがついてましたね。これが取れた。そうですね。板金もですね、簡単にもう剥がれちゃうんですよ、手で。こういう感じですね。これがもう完全に木が腐食してるんで。今回の台風では築20年以上の家で屋根が飛ばされる被害が相次いでいるといいます。屋根が飛ばされた場合、災害救助法が適用されるか、台風被害もカバーしている火災保険の加入がなければ自費で直さなければなりません。この業者の場合、屋根の胸板金を直すには5万円から30万円ほどかかります。その際、腐ってしまう木材ではなく樹脂製のものに付け替える対策もするといいます。他にもこんな対策が。屋根カバー工法って言って、上からかぶせる工事っていうのもやってます。元ある屋根の上に
新しい屋根をかぶせる工法です。費用はおよそ200万円。この工法で台風に備えようと去年屋根をリフォームした人も。まあ基本的にはもう築25年経っているのでかなり劣化して、見た目でね屋根も劣化してて、それで脆いじゃないかと。それは本当に安心はねかなり変えましたよね。かけただけのことがあったと思います。マジや飛んだ屋根は人の命を奪う危険もあります。皆さんの家は大丈夫でしょうか。津市のリフォーム業者は築10年以上が経つ家の屋根は飛ばされる前に一度点検すべきですと勧めています。はい、我々の命と生活を守る屋根なんですが、今年は特にですね、猛暑、大雨、台風による強風と屋根にとっては過酷な条件が揃いました。ただ屋根の一番の天敵ってこれ老朽化なんですね。ではあなたの家の屋根は大丈夫なんでしょうか。種類別でご紹介しましょう。まずはですね、全体のシェア4割を占める瓦屋根。種類を見ると3割が先ほど VTR でもご紹介しましたスレートの屋根材。鉄骨の建物に多いこの防水屋根が全体の2割、そして1割がトタン屋根となっています。でこの防水屋根はですね、屋根剥がれませんので、これは基本的に大丈夫だろうと。残り3つはどうなのか調べてみました。こちらです。まずはですね、全体の3割を占めるスレートの屋根材、 VTR でもご紹介しましたけども、築10年以上の場合は一度点検をお勧めいたします。さあそしてこちら、全体の1割を占めているトタン屋根。こちらはですね、これ1枚これ全部つながってるんですよね。だから1つめくれるとベローンとこのように大きく剥がれてしまうわけなんですね。またトタン屋根の物件というのは築40年以上のものがほとんどだということで、これは業者さんとしては回収をお勧めしているということです。さらに全体の4割を占めている瓦なんですけども、築20年以内のものですと1枚1枚をですね釘で留めているので今は大丈夫だそうです。ただ築30年以上のものになるとこれ土で瓦を接着しているそうなんですね。で雨が降ってその土が流れて接着が弱まってこのようになる恐れがありますので、ここはですね回収した方がいいということなんですよね。屋根は目で確認できないため築年数で判断するというのが一番いいかもしれません。